マイカです。仕事は、父の店ミスティをお手伝いしていて、公式サイトの運営だったりとか配送業務とか、事務的なお仕事をしています。バイクは Z273 年のバイクに乗ってます。年齢的にもバイク年上なので、はい、本当に傷つけないように大切に乗ってて、倒さない、まだ倒してないんですけど倒さないようにとか、はい、もうすごいヴィンテージのバイクなので、毎回よろしくお願いしますって言って乗ってます実際にそのスタッフとして働き始めたのっていつぐらいなんですか？2年前くらいですかね。でそれまでは何をやってたんですか？ずっとアパレルです。はい、18からつい最近までずっとアパレル。もう奥が深すぎて全然まだ詳しくないんですけど、パーツとかも、ちょっとずつ覚えて。そうなんです。最初働いた時は電話に出ても何言ってるか分からなくて、お客さんがその細かいここのパーツを探してるとかって言われても本当に分かんなかったんですよ。マフラーも言い方がマフラーだけだと思ったらショート感があったりとか、なんかいろんな言い方があるから、それも一個一個違うものだと思ってて、私は電話でっていうのとかも本当一からなんか覚えた感じなんですけど、まだ勉強中です。はい、そうですね。今までは綺麗な仕事だから汚れなかったですけど、今はここの仕事は結構段ボール梱包したりとかバイク磨いたりとかって言って結構手も汚れますし、また全然違うんですけど、でもバイクに乗るのが本当今自分も楽しくて、でお客さんも仲良くなったお客さんとかと一緒に走りに行くのも楽しかったり、遊びに来てくれたりとか、あと女の子のお友達とかもここでできたので、今すごい楽しいです。はい。全くないです。私はないし、パパ暴走族だと思ったことないし乗ってる自分もなんか全然そういうスタイルで走ってるわけじゃないので、本当に確かにZ2乗ってるって言ったらそういうイメージもしかしたら持たれる方もいると思うんですけど、でも見えないですよねそうだからあんまりそういうそういう属車みたいな感じで思ったことは一切ないです。特に旧車も全部そうですけど、ここに並んでるの多分そう見えるかもしれないんですけど、私ちっちゃい頃から見てるのでそういう目で見たことはないです。普通のバイク、ヴィンテージのバイクって感じで見てます。私結構思いついてすぐやっちゃうタイプなんですけどそれいい時もあると思うんですけど、ちゃんと考えなさいっていうのはすごい言われてて、
なのでなるべく今もそうですね、案はいっぱいあるんですよ。常に私は結構あって、やりたいって思ってることもあって、もちろんミスティでもそうですけども、その女子チームのモニカでもやりたいこといっぱいあって、あとなんだろう、こういう商品出したいとか、そういうアイデアはいっぱいあるんですけど、もちろん決定権は父にあるのでそれをなるべく皆さんの元に届けられるように社長にプレゼンして OK が出たら商品化ができるのでそこまではそうですね、結構大変、プロセスは意外とあります。ダメって言われるのもあります。でももう一回考え直して、社長に OK が出るように考え直してプレゼンして通ったやつとかもあるし、もちろん決定権すべてには、社長が持ってるので、私はこういうのやりたいとか、こういう企画やりたいとか、もっとこうお客さんが買いやすいようになんかちょっとセールをやりたいとか、あとそれこそなんかお店でまだ今までやったことないようなことをどんどんやっていきたくて、もちろん社長の代はなんだろう、ミスティを知ってくれてる方はいっぱいいるんですけど、次の世代の子たち、私よりも下でこれから免許取ったりこれからバイクに乗る子たちにミスティ知ってもらって、ミスティに来やすいように、ツーリングとかも参加しやすいような雰囲気を、なんかウェルカムな雰囲気、ウェルカムなんですけど全然多分でも来づらいって思う人もいると思うし、雰囲気を知らない人たちはそれがなるべく SNS で伝わるように努力はしてます。 YouTube で私たちが喋ってたり、お店の中の雰囲気を映すことによって中に入りやすく、お店に来やすくなるのかなとは思ってるんですよね。今年で9回目だったんですけど、富士河口コートジャンボリーっていう、一応チャリティーイベントになってて、そうですね、父とあと古谷さんっていう社長のお友達2人でやっているイベントで、入場料からの一部の金額を寄付をしていて、で、オートジャンボリー好きな楽しんでくださっている方もいると思うんですけど、逆に多分好きじゃない方もいると思うんです、イベントがイベント好ましく思ってない方たちのなんか心ないコメントはなんかいつも見るとちょっと悲しくなりますね。なんか私はどれだけあれをするためにパパが頑張ってるかとか、どれだけ山梨に向かって頭下げてお願いしてるかとか、大体年明けるとそうなんですけど、お客様からいつやるんですかっていう電話が鳴りやまないんですけど、今年それのみんなのやってほしいっていう熱に父はいつも応えようとしてるんですけど、それに対してのその努力はもちろん見せてないっていうか、裏で頭下げてたりとか、イベント前に山梨のその近隣のなんかショップに挨拶行ったりとかっていうのを皆さんは見てないので、そういうのは私にとっても一大イベントですごい楽しい、1年の中で楽しいイベントでもあるんですけど、同時にその意見もすごい入ってくるので耳に、それはなんか文句言うなとは言わないですけど言わないんですけど、なんかそうああいうバイクで集まれるイベントってすごい貴重だと思うし、私も女の子の友達、そのバイク乗ってる子を探すのって大変って話したんですけど、
やっぱそういう場がやっぱ見つけやすいと思うし、オートジャンボリーありがたいことに女性の方も結構いらっしゃるので、なんかそういうお友達を作る機会とか、例えばいろんな地方から集まって来られるからそこでしか会えない仲間とかもきっといると思うので、その場を私たちはなくしたくないなとは思ってるので、続いていけるように来年もしできたら10周年なので、はい、楽しい場をなくさないようにちょっと頑張りたいなとは思ってます。はい。私もそうですね、バイク復活して本当1年ちょっとぐらいなんですけど、やっぱりバイクに乗るってすごい楽しいですし、なんだろう、なんかまあいろんなところ、車もそうですけどいろんなところに連れてってくれるので、自分をそれがすごい楽しくて、さらに自分で操って運転するっていうのも本当に楽しくて、また車とも今旧車もちょっとまた現行とは違う良さがあって、音だったりとか、まあ、見た目もそうなんですけど、本当に眺めてるだけでも本当に綺麗な旧車手は確かに出しづらいと思うんですけど、まあ、でも別に旧車に乗ってとは私は皆さんに別には言わないんですけどバイクに乗るきっかけにもし私がなれたらいいなと思っていて、大型もなんか大型って聞くと確かに女子からすると響きすごい大きくて乗りづらい、なんかごつくてでかいイメージのバイクってすごい想像しちゃうんですけど、いくらでも仕様は変えられるので、車高を下げたりとかシートちょっと変えたら乗りやすくなったり、ハンドルも変えたら自分でもなんか乗りやすく操れるようになったりとかするので、なんだろう、こんな私でも乗れるのでっていつも思うんですけど、なんか全然運動神経も私悪いし、そうなんですよ、いつもつまずいて転んだりするんですけど、そんな私でも大型に乗れるので、なんか自信持って言います。私でも乗れるので、多分皆さんも絶対乗れるので、なんか一緒にぜひ近くの方とかは走りたいので、一緒にぜひモニカのメンバーになって走りましょう。女子だけのツーリングってやっぱ男子が入るのと全然違うので、食べに行く場所も寄る場所も違うので、一緒にぜひお店に遊びに来ていただいて、お店に私もいるのでぜひ声かけていただいて、一緒にツーリングで走りましょうBreathe you like a cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Lovesick, I'm feeling it.